皆様本日はですね、お久しぶりの唐揚げ作っていきたいと思います。で今回は先日ね、浅草で台湾風唐揚げチーパイだ、それがね美味しかったんで、あれ多分ねももじゃなくて胸だったんですけど、今回僕ちょっと唐揚げはね基本ももが好きなんで、一回ももでやってみようかなと思っております。すごい大きい平べったい感じのチキンカツみたいな感じで唐揚げを作ってたんで、もも肉ってやっぱ開きづらいんですよね。観音開きとかに向いてないので、とりあえずもも肉にまず今回切れ込みを入れて味が染み込みやすいように、ちょっと分厚いところをね今回2枚やります。筋とかもあるんでちょっと切り込みを入れて、そしたらこいつをちょっと伸ばそうと思うのでサランラップでラップをちょっと上からしてあげて、でこやつを叩きます。それ楽しそう。どっかで破壊のやつ見たらね。何破壊のロシアのね、そうお金を払ってぶっ壊せるストレス発散法でしょ。はい、こんな感じで適度に叩いてちょっと伸ばしてあげてください。 OK、 叩き終わり。こんな感じ、ちょっと伸びた感じですね。で今回皮ごとやっちゃいます。 OK、 じゃあ味付けしていきます。では味付け始めます。結構しっかりめに味付けていきます。まずお醤油、こちらを大さじ2の3杯、醤油大さじ3杯で、今回お酒でもいいんですけれども紹興酒、やっぱちょっとそっちの感じにしたくてね、中華っぽく、こちら大さじ2で、みりん大さじ1、今回だから醤油、酒、みりんが3対2対1って感じかな。でここにお砂糖を大さじ1杯ほど、砂糖今これ小さじ1杯なんだけど大さじ1、おろしにんにく小さじ1杯ほど、にんにく、おろし生姜も同量小さじ1杯、味の素を3振りほど、1、2、3、丸鶏ガラスープも小さじ1杯ほど焼く、ごま油大さじ1杯で、塩コショウ適量入れて、ただ今回最後揚げた後にホワイトペッパーをねちょっとパッとたっぷりめにやろうかなと。で今回のこれだとね結構どちらかといえば普通の唐揚げと同じような味付けになっちゃってるんですけれども、ここで味の決め手ですね、五香粉で、これなんですけれども普通にスーパーとかに売ってて、材料としては八角、ホアジャオ、シナモン、チンピ、クローブだよね。っていうので結構ね、香りで言ったらシナモンが強いかななんだけど、これで結構その中華っぽい台湾料理っぽい感じの風味が強く出るので、アジアでこちらを数振りやっていきます。で多分ねこれが一番癖が強いんで、これはもう得意不得意があると思うので、気持ち最初は少なめでやっといて大丈夫だと思います。香りを嗅いでみて、俺は一応これ2振りやっておきますが、最初1振りとかでもいいと思います。じゃあこちらよーく揉み込んでおきます。すごいわ、やっぱニンニクと生姜もあるけど、やっぱりこのシナモンの香りがめっちゃする。でもやっぱニンニクとごま油も強えな、みんな強い。でもその香りが食べると癖になってくんだよね。めっちゃいい匂いする。じゃあこんな感じで漬け込んだら最低でも1時間ほど、じゃあこの状態で密閉してラップで冷蔵庫で寝かしておきます。最低でも1時間って言ったんだけど、僕はね今もう前日の今夜中なんですけれども下味してるんで明日あげたいと思います。ではこちら1日漬け置きしました鶏肉なんですけれども、今回卵と衣2度漬けしてしっかりね衣をつけようかなと思います。で油の温度は170度で揚げようと思います。鶏胸肉じゃないです、これはもも肉でしたね。鶏ももをまず卵に炒め、そしたら片栗です。今回片栗粉にしっかりめにつけて、そしたらもう一回卵にしっかりと衣をつけたいのと、あと破裂防止ですね。
でもう一回片栗粉では油の温度170度になったらこいつ入れていきます。で薄くはしてると言ってもやっぱりねちょっとそれなりに分厚さも残ってるんで、まず片面2分もう片面2分で1回揚げて2度揚げをしようかなと思っております。で、今回はノーマルなやつとあと一つ少し一味唐辛子をまぶしたやつを作ろうかなと思ってて、浅草で食べたやつもなんかそういう唐辛子が結構しっかりかかってるちょっとピリ辛なやつがあってそれも美味しかったんで今回2種類作ろうかなと思っております。ただ最後後からつけるだけなので最後に基本的には僕ね一応ホワイトペッパーをまぶそうと思っててそれプラス辛い方には一味もかけようかなと思っております。では2分経ったので一旦ひっくり返します。大きいんでね油跳ねないようにだけ気をつけてね。でこのまましっかり揚げていきます。では今ね、裏面ごめんもう3分やりました。2分3分やったんで最後もう一回ひっくり返してもう1分で合計6分間まず揚げようかな。1度目おおいいねちょっと分厚いんでこんな感じで。ただ胸肉でやる場合もっと観音開きとかにして薄くできると思うからその時はもう少し揚げ時間短くていいと思うけど今回ちょっともうちょっと分厚かったんで揚げ時間は合計裏表合計で6分やっておきたいと思います。で油の温度は170度ぐらいをキープしておいてあげてください。では今ね合計6分揚げ終わったので一旦持ち上げて揚げてちょっと油切って余熱で最後中まで火通しておきます。で最後2度揚げするのでその間にもう1個揚げとこうかなと思います。でかい。じゃあもう1個揚げときます。では今2つ目も揚げ終わってでちょっと油かすとか全部取り除いた状態ですね。で今油の温度が今200度ぐらいになってるんですけれども、揚げたらちょっと下がるってことも考えたら約190から200ぐらいででも2度揚げは30秒ぐらいでいいので30秒って今指が2だったんだけどそれがカメラに収められてるかどうかも分かんなかった。いきます。じゃあ2度揚げカリカリだけどちょっとやっぱしっとりしてる感じになってるからいきます。油跳ねに注意ね。まず30秒って言ったんで裏面15秒もう片面も15秒ぐらいでもう最後高温の油で一気にその水分飛ばしてカリカリにするってだけなんで OK。 あ、いいね。では今こちら2度揚げが済んだのでこちらで基本的には完成なんですけれども最後お好みなんですけどホワイトペッパーをまんべんなく振りかけてあげてでもう一つにはさらにこれに僕はレッドペッパー一味唐辛子ですねをかけて食べていきたいと思います。じゃあ実際食べていきたいと思います。ということで早速いただきましょう。いただきます。いただきます。熱々のうちにね。ちょっと乾杯だけさせてもらっていい？はい、乾杯。いや今日こうちゃんからえ、普通もうこの何屋台スタイルでいっちゃっていい？絶対ちょっと待ってね。これ2つ使っていいよ。そう2ついるわ。2つ使いな。じゃあちょっと顔ぐらいあるけどいただきます。バリバリだね。どう？待って、二度漬けしてる衣がちょっと分厚めで、もう今多分音で届いたと思うんだけど、めちゃくちゃバリバリなんだけど味も結構映ってて、すごい。もう一回言っていい？あ、今最後口の中ずっと五香粉の香りだ。すごい。
あ、うまっ。ちょっといただきます。あ、でもこれ多分ご飯よりもお酒だ、合うのは。まあ、前食べた時もそうだったもんね、いただきます。うまっ。すごいね。マジでこれバカうま。これこれ本当にこれすげえうまい。何なんだろうな。やっぱり本当に浅草の味だわ。本当に五香粉の香りがすごい最後残るかあとはら、ホワイトペッパ効かしてるのー。はいいね。ホワイトペッパー、まあ、絶対かけた方がいい。美味しいんだけど、待って、衣がうまい。ちょっと待って、ストップ。結構な量が必要だってこと気づいたから、もう一個の方食べてみよう。じゃあ行こう行ここっちじゃあ俺さっき食べてみう。て。あ、どうぞどうぞ。1個で足りる？いくよ。はいよ。あ、こっちはねめっちゃしっかりてかね、衣ね二度漬け正解。衣がもううまい。バリッバリでね。どう？絶対コーチさん好き。ちょっとこれもう超ビール。いただきます。熱っ。超ジューシーでめちゃくちゃうまい。うまっ。いやこれ、いや最初ねやっぱ胸肉なんかなと思ったけど、もも肉圧倒的にうまいわ。やっぱジューシーさが超尋常じゃない。うまい。あ、うまっ。もう本当にフライドチキン。うん。うまいわ。いやこれさ、めっちゃうまい。屋台感出したくてこんなもうめっちゃ大きくしたけど、まあ普通に一口サイズで作っても絶対いいだろうし、一口サイズの方が衣が外れないと思う。だろうね。これ大きいからさ、塊って交換する？ブリンって取れちゃうから逆にうまい。でもこれ結構ね、やっぱ俺最後レッドペッパー結構効かしたから、辛い。うわまい。うまっ。あ、でも俺これ売れる、絶対売れる。出したら売れる。これ辛い方が好きかもしんない。俺もねめっちゃビール飲んでる人は絶対辛い方がいいと思う。もう超お酒のおつまみだよね。ご飯じゃないよね。本当になんかもうこれ単体で出来上がってるやつ。分かりやすく、本当に分かりやすい、みんなが食べたことある商品でいうとファミチキの100倍うまい。マジでそうファミチキより全然美味しいよね。本当ご飯と合わせる感じじゃなくてもそれ単体で食べる感じが本当ファミチキ感がすごい。うわうまっ。ちょっと待って、もうちょっと俺こっちもかぶりつけて、俺さちょっとだけマヨやっていい？いいよ。マヨがどうしてもやるだけでちょっとここにやっちゃっていいもん。マヨの部分は責任持って俺が全部食うから。うわうまっ。ちょっとマヨいただきます。やっぱこれね、ホワイトペッパーってちょっと甘みもあるんだよ。それがいいのと、あとこうちゃんが下味の時点でさ砂糖入れてたじゃん、ちゃんと効いてるよね。いい甘さがある。今までの絶対これ出した方がいいと思う。超うまい。めっちゃうまっ。いや俺ちょっとレッドペッパー出して、レッドペッパーかけて、俺辛いの苦手だけどこれはレッドペッパーかけたくなるぐらいめっちゃやみつきになります。これ美味しい。じゃあ持ってきていい？じゃあね、俺ねこの前あれ塩亀焼きの時かなにそうそうそう余った卵黄を、昨日だね。そうだね、つけてたんでちょっとこれご飯で食べたくて。すっごい黄身が固まってる。あ、いい音もだ。うわうまっ。やっぱレッドペッパーめっちゃ合うね。ずっとうまい。卵黄がまだ硬いのやばくない？何の動画？ちょっといっちゃいます。おいしい。バゲモンだ。うわずっとこれ今までちょっと五香粉苦手だったんだよ。要するになんかちょっと初めて食べるシナモン的な感じで、俺ちょっともう好きになっちゃった。この香りがねもうないとダメ。
これはねほんといい後味って感じ。めっちゃうまい。多分俺もたまに本格的な中華のさ、八角使った煮込みとかちょっと苦手なんだよ。あ、ってことはこうちゃんの差し加減が良かったのか。これ以上いっちゃうと俺もまた苦手になっちゃうから。そうめっちゃ最高。これね今ね超やみつきになってるから。そう、これほんと後味最後若干そのやっぱそう5分のそっち系の香りが最後香ってくるかなぐらいで、そんなガツンとくるわけじゃないから。でもこの香りがした瞬間、その浅草で食べたその台湾フライドチキンのを思い出すの。だよねだよねだよね。うまっ。だからお好みでレッドペッパーって言ってたのか。これレッドペッパーかけたくなるわ。ホワイトペッパーとレッドペッパー絶対かけた方がいい。まっ。最高なんだけど。今回はちょっと贅沢にもも肉にしたけど、もも肉やばい。でももも肉で食べてもらいたい。いや圧倒的だよねやっそのジぱね。ューシーさはやっぱさ胸には出せないからさ、俺クリスマスのチキンさ、ケンタッキーよりこっちがいい俺。でも実際正直さ、ケンタめっちゃ美味しいんだけどさ、絶対さしっとりした状態でくるじゃん衣が。このバリバリ感を食べたいんだったら絶対やっぱ自分で作らないとそうだね。ここまで出せないから。あとフライドチキンさんには申し訳ないけど、俺はこっちの方が全然好き。ジューシーだから。うまっ。落ちてる衣すら美味しいね。じゃあ最後一口いいってらっしゃい。ただきます。いいよいいよ、ほんで卵黄があるから、いいよ。いただきます。隣にこんな人がいてよく食べれたね。最後の一口を。いいよいいよいいよ。いいよ、俺は卵があるから。親じゃなくてこう食べるよ。ああ面白い。ああ面白い。みんなもこんなプレッシャーの中ご飯食べない？最高。あーうまっ。ということで本日はですね、僕がねずっと楽しみにしてたね台湾フライドチキンですね、お紅茶で作っていただいたんですけど、マジで再現のしてもらったやつの度合いを超えてきた。美味しかった。マジで圧倒的に僕はこっちのが好きだから。ジューシーなのが好きな人はもも肉で、少しあっさりしたのが好きな方は胸肉でいいんじゃないかっていう料理だと思う。まあとにかく五香粉がめっちゃ好きになった。ほのかに香る感じ、あれがねめっちゃ癖になるっていうのと、あとちょっとした甘みでホワイトペッパーとの相性もいいし、でレッドペッパーそれかけたのにレッドペッパーのこの後からまた辛みがくる感じももう超やみつきになります。めっちゃうまい。本当に美味しいです。浅草のねフライドチキンが好きな方はそれを超えてくると思うんで、ぜひ食べてもらいたいなと思います。はい、はい、ビールが好きな方はもう絶対お酒。今回のやつはもう絶対お酒。米じゃなくてお酒。それは確か。俺はだって君が食べたから。お酒の俺お酒これこれ緑茶杯だよ。いやさっきからついてんの見てるからみんな。見えないところで焼酎入れてるのね。なるほどね。全然皮赤くなってないから分かるけどね、こうちゃん。はい、ということで本日は以上になります。とっても美味しいのでぜひ皆さん作って食べてみてください。でごめん、これだけはして、作る時は本当に僕たちはその再現したくてでかくしてるけど、食べやすさだったら絶対ちっちゃくした方がいいし、衣も外れにくくなると思うんで、作るときはちっちゃく食べやすい大きさに切った方が食べやすいと思います。はい、ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。それじゃあまたね。バイバイ。